こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。10代 R さんからの質問です。斉藤直樹先生、はじめまして。いつもためになる動画ありがとうございます。私は今悩みがあります。拙い文になりますが、見ていただけると幸いです。私は今、専門学校に通っており、高校の時とは比べ物にならないぐらい高いモチベーションを維持できています。同時期に SNS の方でも仲良くなれた人たちがおり、その方たちとよく好きな作品について話したり、それを元に創作したりと楽しい日々を送っています。しかし、1ヶ月経った今、徐々にバフが切れたように苦しくなり始めました。専門学校で上がいるのは当たり前ですし、上手い子たちを見ながら書いているので、上達も早く感じているのですが、同時に承認欲求が満たされないような感覚があります。具体的に説明すると、私のクラスは4人で1人の机を使っており、1人は自然な絵柄で色使いが綺麗で筆が速く、もう1人は男の子の表現やコピック等の扱いも上手いです。そしてもう1人はカートゥーン調の独自の表現をしています。同じ机なので先生が回ってきた時、コピックうまいなとか、めっちゃいいじゃん、いい絵柄だねと褒められているのをほぼ毎日目にします。私が触れられることはほぼなく、そういったところから褒められたい、もっと上手くなりたいという気持ちが焦りや不安になって出てきてしまっているのかもしれません。そういった面は SNS で仲良くなった人たちの交流で埋められていたのですが、仲良くなって盛り上がった分、自分の見せたくなかった部分も無意識に見せてしまっていたり、解釈違いなものを見せるのが怖くなって筆が進まなくなってしまいました。あの方たちはこれいいでしょ、こんなの見たくないという自分の好き、自分の満足させるものを書いているように感じますが、私はそれができません。人の目を気にしてしまう部分もありますが、そういう発想ができるほどキャラクターを理解できていないのです。なので会話も受け取るだけになりがちで、自分も作りたいだけどという気持ちがあるという状態です。私はいわゆる人間関係リセット症候群の傾向があり、実際に行動に移したことはありませんが、アカウントを消したいと思ったり、転校したいと思ったり、記憶を消してしまいたいと思ってしまいます。ですがやっぱり人と関わる方がモチベーションが上がっていて、今まで通り絵も上げ続けたいし、完全に氷を断ちたいとも思わず、頭がぐちゃぐちゃしています。この頭の中の矛盾が何なのか、どうしたらいいのか、思考がぐるぐる回ってしまってわかりません。直樹先生ならこういう時どうされるでしょうか。教えていただけると幸いです。これからも応援させていただきます。お体にはお気をつけてお過ごしください。とのことです。はい。R さん、ご質問ありがとうございます。はい。このタイプですね。はい。R さんの気持ち、めっちゃわかりますね、僕。これなんでかっていうと、僕も R さんと同じタイプだからですね。R さんの問題をもう一言で最初から言っちゃうとですね、R さん、いじけているだけという症状です。はい。R さんの問題はですね、絵が上手くないとか、独自の表現ができていないとか、そういう問題じゃね、ないんですよ。ちょっとね、軽めに言っちゃいましたが、でもこれってほっとくとね、極めて深刻な問題に繋がってしまいかねないので、そういう根深い問題でもあります。R さんはですね、僕もそうなんですが、いじけやすい性格です。これを見ている人もね、自分の胸に手を当てて考えてみてほしいんですが、こういう人っていないですか？自分以外の誰かが褒められている姿を見ると、まるでね、自分がけなされているように感じてしまうっていう人。いるでしょ？これね、僕もそうなんですよ。別に自分がけなされたわけじゃないのに、誰かが褒められているだけで、お前はダメだなって言われているようにね、感じてしまうんです。で、そう感じてしまう自分に、すごく恥ずかしさも感じているので、ちょっとね、自分でもその恥ずかしさをごまかしてしまって、なんで自分がこんな風にひどい気持ちになっているのか、自分でも気づきにくいんですね。でも、断言します。R さんは、クラスの中の4人グループの他の人たちが褒められている姿を見て、自分がけなされているわけでもないのに、またあの人が褒められてる。でも自分はあの人みたいに褒められない。ということは、私がけなされたってことなんだって、自分を下げて、いじける癖があるんですよ。まずはそこを強く自覚しましょう。こう言ったらなんですけどね、そういう恥ずかしいやつなんですよ、僕たちは。でですね、こういう人がどうやったらもっとポジティブに生きやすくなるのかっていうとですね、自分の機嫌を取る方法を恥ずかしげもなく実行するっていう必要があります。R さんの機嫌を取る方法。これね、つまり誰かに褒めそやしてもらうってことです。R さんの場合はですね、絵が上手くなりたいとか、独自の表現をしたいとか、もうそんなことよりももう私を褒めてくれよ。私のこと見てくれよっていう欲求の方が正直強いと思います。だから、初めにそれを満たしてあげないと、もう絵をどうこうしようっていう段階に進んでいかないんですよ。もう誰かに褒められて初めて、私って絵上手いんだ。じゃあ、もっと上手くなって誰かに褒めてもらおうっていう欲求がやっと
湧いてくるんじゃないですか？人間関係をリセットしたり、アカウントを消したり、転校したいっていう風に思ってしまうのは、このコミュニティじゃもう褒められなさそうだから、一旦違う場に行ったらもっと褒めてもらえるかもっていうね、ことの表れだと思うんですよ。はい。でもね、それって、長く続かないと思います。その場しのぎにはね、いいんですけど、それをね、長く続けていても、R さんの成長には繋がらないんじゃないのかなって思います。R さんはコメントでもおっしゃっているように、専門学校に入った時にはみんなとうまくやれていましたし、モチベーションも高く保てて、ものすごく創作に没頭できていたわけです。ところがそのバフがいつの間にか解けてしまって、モチベーションがだだ下がりしてしまったとおっしゃっています。このバフが解けた原因、それがいじけによるものだからです。多分ね、R さんはこれまでもそういうことをね、繰り返してきたんじゃないでしょうか。新しいコミュニティに移った時には、フラットな気持ちで和気あいあいとできていたんだけど、しばらくすると他の人が誰かに褒められている姿を見るようになってしまって、その姿を見ているうちにね、まるで自分がけなされているように感じてしまって、私誰からも相手にされてない。自分はここにいるべきじゃないのかも。みたいに無力感がね、どんどん育っていってしまう。なので、その関係を一旦リセットして、他の場所に移動したくなっちゃう。そんな感じなんじゃないでしょうか。はい。R さん、もしかしたら自分の嫌なところを知ってしまって、消え入りたい気持ちなのかもしれません。ただ、こういう人はものすごい長所もあって、要するにですね、R さんみたいな人、お調子者なんですよ。もうね、ものすごくお調子者。つまりね、絵がその時点では、本当は下手なのかもしれないんですが、もうそんなことはね、関係ないんです。R さんにとって。もうね、誰かに褒めてもらえさえすれば、もうめちゃくちゃ無限にやる気が湧いてくるので、私ってすごいんだ。みんなに必要とされてるってね、瞬時に勘違いすることができて、モチベーションが嘘みたいに回復できるっていう特性を持っていると思います。もうね、思い込みの力が半端ないんですよ。R さんの現状の問題は、その思い込みの力がマイナスの方向に触れてしまっているのが問題なのであって、それを自分でですね、プラスの方向に転じさせることができれば、問題は一気に解決。いや、もう解決どころか、すごいパワーが発揮できるようになると思います。で、解決方法なんですが、R さん、多分今は、そんな気になれないと思うんですが、そこを踏ん張ってですね、そのグループの人かその先生、誰でもいいです。どっちでもいいので、1日1回必ずね、話しかけるようにしてください。多分ですね、R さんが褒められないのって、今、R さんが卑屈になっているのが、これ多分ね、顔とか態度に出てしまって、周りから見るとね、ちょっと怖い感じになっているんですよ。こう、周りからは、話しかけるなオーラ、みたいなものを発していると、誤解されているような可能性が高いと思います。自分ではね、そう思っていないでしょうけどね、見た目が。R さんね、今結構怖いんだと思うんですよ、周りから見たら。その雰囲気が。でも、最初の頃、R さんは周りとうまくできていたところを見ると、いじけていない時の R さんは、話しやすくて、自然とね、会話したくなるような人柄なんだと思うんです。自分から話しかけさえすれば、こいつ意外と話しやすいやつだな、って思われるタイプではあると思うんですよ。だから、最初のうちは自然と褒められて、最初はすごくモチベーションを高く保てていたわけです。なので、もうなんなら正直に言ってもいいです。私最近誰からも褒めてもらえなくて、なんかいじけてる感じが自分でもしてるんだよね。だからちょっとさ、私の絵、どこでもいいからちょっと褒めてみてって。もしかしたらね、他の人たちからすれば、褒めてって言われて褒められたことに対して、そんなんで嬉しいのって思うかもしれませんが、はい、大丈夫です。R さんはですね、あなたが考えているよりも超単純人間ですので、とにかく自分がいじけないように気を配ってください。もうそのためなら恥ずかしげもなく、今言ったように褒めてってね、いろんな人に言ってください。そのために積極的に人に話しかけるんです。もうなんならね、褒めてくれそうな人を選んで話しかけに行ってもいいです。それだけでね、嘘みたいにやる気が出てくると思いますので、明日からね、今言ったことを実行してみてください。今の沈んだ気持ちが嘘みたいに回復していくと思います。はい、次の質問です。20代なっちゃんさんの質問です。はい、コメント短いです。単純で効果が出る練習方法はありますか、という質問です。はい、なっちゃんさん、ご質問ありがとうございます。こういう話を聞いて、絵が上手い人って、いや、そんな方法はねえってね、切れがちだと思うんですが、はい、安心してください。
あります。はい。それはですね、こちらの本、7日間で上達お絵描きドリルですね。ごめんなさい。これ自分の宣伝にもなっちゃうんですが、これ結構良くてですね、速攻効果があったってね、実際にやった人の評判も高いので、事実僕の本の中でもかなり売れている本なんですよ。で、なんでそんなに効果が高いのかっていうと、要するにこの本、キャラクターイラストに関してのみテーマを絞っています。もう背景がどうとか、他のことについては、あえて目をつぶってしまって、もう1日目はとにかくラフの描き方だけやってください。こうすれば、イラストの設計図のラフの描き方がわかります。で、2日目はポージングだけです。他のことはもう一切考えないでください。もうキャラクターイラストを描く上での人体って、実は1日あれば十分上達できるので、このポイントだけ意識してポージング描いてください。そして3日目は構図。実は2日目にやったポージングって、料理に例えたら素材です。その素材を活かすためには、構図という調理法を学ぶのが効果的なので、3日目で構図をインストールしましょう。この調子でね、4日目、5日目、6日目、7日目ってやっていくと、1週間しか経っていないにもかかわらず、あなたはキャラクターイラストに関しては、もう1週間前とは別人なぐらい画力がついているよっていう練習法が詰まっているのが、こちらの本なんです。ただね、今キャラクターイラストに関してのみって言いましたが、一旦ね、この本をやってみた人はわかると思うんですが、実はキャラクター以外でも、何のイラストに関してもですね、上手くなる方法って一緒なんですよ。上手い絵の要素を7つぐらいに分解して、で、その一個一個を着実に練習していく。それが上達の確実な方法なんです。それを身をもって体験していただけるのが、こちらの7日間で上達お絵描きドリルです。概要欄にね、URL を載せておきますので、短期間で上達の方法を体得したいっていう人はですね、他の分野にも十分応用が効くと思いますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、次の質問です。40代、匿名希望さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも楽しく動画を見ています。私は40代の女性です。少し前まで楽しく自由にお絵描きをしていました。しかしある時、急に絵が思うように描けなくなりました。主線が昔はかなり細かったのに、気づかないうちに極端に太くなっていたり、可愛く女の子が描けなくなりました。スランプとはまたちょっと違うような気がします。もしかしたら加齢のせいで絵を描く力が衰えたのかなと感じました。加齢のせいで絵を描く力が衰えるということはあるのでしょうか？もし加齢のせいだとして、どうやったらまた絵がうまく描けるようになるでしょうか？頑張って描いても、やっぱり昔のように描けません。私はまた楽しくお絵描きがしたいです。どうしたらいいでしょうか？季節の変わり目なので、斉藤直樹先生と先生のご家族、周りの方々が元気で健康に過ごせますようお祈りしております。体調など崩さぬようお気をつけください。とのことです。はい、匿名さん、ご質問ありがとうございます。この質問はですね、割と単純な質問だと思うので、短めにサクッと答えますね。そうですね、スランプとは違うと思います。今までは細い線が好きだったから、細い線で女の子を描いていたんだけど、この線が太くなってしまって、で、バランスが崩れてしまったから、女の子もちょっと可愛くなくなってしまった。そういうことが起きているんだと思いますが、細い線が描けなくなったのはもしかしたらね、加齢のせいで老眼が入ってきて、細い線が見えにくくなって描きづらくなってしまったっていうこともあるのかもしれませんし、単純にね、好みの変化として、今まではシャープな絵が好きだったけど、ふんわり柔らかめな絵が好きになってきて、好みが変化した結果、線が太くなったっていうこともあるかもしれません。で、どちらにしろ、そこで気をつけたいのは、線の濃さ、色のね、濃淡です。今まではね、細い線で描いていたので、線は結構くっきりと濃い色で描いていたんだと思うんですよ。もしかしたら真っ黒で描いていたかもしれません。でも何らかの原因で、今は線を太く描きたくなってしまった。あるいは描かざるを得なくなってしまった。で、そうなった時に、今まで通りの黒で線を描いてしまうと、線と色のバランスが崩れてしまうんです。今までは線と色が50、50でいい感じに融合できていたのに、線だけが太くなってしまったことで、線80、色20ぐらいの印象になってしまって、線色みたいな印象になってしまった。それがね、原因でバランスが崩れてしまって、あれ、なんかうまく描けないなっていう感覚に陥ってしまって、気持ち悪さにつながっているのかもしれません。僕もそうなんですが、年とともにね、どうしても体が変化しますし、好みも変化します。それはね、もうしょうがないことですので、変化は受け入れつつ、その変化をね、どうやったら活かすことができるのか、そっちの方向に頭を働かせるのがいいと思います。線がね、太いのも素敵だと思いますので、その太くて柔らかい線を活かす方向で色を調整してみてください。
諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回のようにね、なかなか思ったように絵が上達できないっていう人、悩んでしまう人がいます。今回はね、そこには触れなかったんですが、絵の上達の仕方って、一定ではないので、努力したのにこういかないっていうことに悩んでしまう人たくさんいるんですよね。その部分をわかりやすく解説した動画、秘宝、絵は徐々には上手くなりませんもおすすめです。これ秘宝って言ってますけど、これをきちんと理解すれば、今やっていることがなかなか思うように結果が出なくても、そんなに卑屈になることなく、長い目で積み重ねていくための心持ちを手に入れていただける、そんな動画になっております。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。